チャンネルへようこそ。今回は日本でも人気なグロック19を紹介いたします。このグロック19、ですね、オーストリア製なんですよね。オーストリアって書いてありますね。オーストリア、はい、全体の形こんな感じになりますね、はい、ハンマーもない状態です。でマガジンが15発装填できる感じですね。確か15という感じ書いてありますね。はい、でチャンバーに1発入るんで基本16発入ります。このグロック19、グロックという銃、非常に革新的な銃だったわけです。確か1980年代できたのかな。この銃はですね、うちのかみさんの銃なんですよ。はい、こちら一番特徴がフレームがですね、強化プラスチックになってます。なので非常に軽いです。はい、でも、外の部分、このスライド部分は、鉄、スティールでできてるんで、下が強化プラスチック、上がスティールという感じです。そしてこのマガジン非常に軽いんです。ブロックのマガジンの重さを計量します。これグラムになってます。はい、70グラムですね。はい。でこれがフレームですね。ブロックのフレーム。138グラムですね。はい。料理用のスケール使ってます。今回は。でスライド。これが468グラムと。なのでほとんど重さが、スライドになります。これだけが鉄製、スティール製になってます。全部で、675グラムですね。これは弾抜いてる状態なので、弾入れるともうちょっと重くなると思います。はい、こちらのグロックというのはですね、ガストン・グロックというオーストリアの方が作成された銃らしいということです。で、こちらの素材、ポリマー素材というんですが、摂氏でいうとマイナス16度から200度まで、耐えられる強化プラスチックになっております。なので非常に軽いです。もう奇抜ですよね。革新的なスタイルですよね。もういわゆるリボルバーとか昔からあるコルトガバメントとか911とかそういったものに比べて相当奇抜な形してますよね。はい、でこの奇抜な形どこから来たかというと、実はこのグロックという会社はですね、そもそも銃の会社じゃなくて、シャベルとかそういったものを軍に卸していた会社らしいです。そして、このグロックという銃のですね、一番変わってるところ、今までの固定概念にとらわれない、はい、革命的なところがそもそもセーフティーがないんですよ。で結構銃マニア、銃というか銃を知ってる方、実を知ってる方はですね、多分お気づきになると思うんですけども、私が作ってる911、いわゆるセミオートマティック、伝統的なセミオートマティックの銃って基本的にこういうところとか、グリップとかにセーフティーがないんですね。ところがこちらにないんです。セーフティーがついていれば、セーフティーがかかってるなと一目でわかるんですが、こちらはわかんないです。はい、でもう一つ、ハンマーがないんですよね。なのでスライド引いてコッキングがもうすでにされている状態か、コッキングされてない状態、これもわからない状態です。というのも撃鉄がついてあるので、はい、これストライク方式って言われているもので、今結構主流ですよね。スライドが引かれてるかどうか、これもわからないという状態なんですね。なのでこちらの銃、非常に好き嫌いが分かれます。これ好きだっていう人もいれば、ダメだっていう人もいます。誤解を招くような言い方になってしまったんですが、実はマニュアルセーフティーはないですが、実はセーフティー自体はあります。で、先ほどちょっと話したんですけども、このスライドを引いた状態と引いてない状態、これがわからないとお話しさせていただきました。実際一目じゃわからないです。でもよくよくチェックしてみると実はわかります。これがスライドが引かれてない状態で、スライドを引くと若干ですが、このセーフティーが前に出るんですね。これがセーフティーです。なのでセーフティーかかってるかなってわざわざチェックするような、人はあまりいないというか、本来チェックするんであれば弾丸が入ってるかどうかですね、チャンバーを見て確認しますので、なので初心者にも優しいんですが、
暴発させる恐れも結構あると聞いております。銃全般に言ってそうなんですけども、トリガーに指をかけない。はい。これをもう絶対的に守る必要性があります。なので、言ってしまえばここにトリガーに指をかけなければ発射されないと。トリガー引きませんよと。これがセーフティーというやつですね、グロックの。はい。あまり見たことはないんですけども、基本は銃は常にセーフティー弾丸があるかどうか何度もチェックします。でも稀にちょっと私はできるよと、私はもう銃を知ってるよっていう自信過剰な方がグロックをクリーニングしようとしたビデオがあって、それで手に風穴を開けたという話を聞いたことがあります。で、じゃあなんでって話なんですけど、まずはこのグロックの銃をクリーニングするとき、セミオートマティックって全部そうなんですけども、スライドを外す必要性があります。で、グロックの銃っていうのはまずスライドを引きます。で、このボタンをですね下に下ろします。で、トリガーを引きます。それでスライドを外れます。ということはなんですけれども、例えばですけど、こういう状態で形でね、スイッチを下ろします。いないですよこんな人はあんまりあれですけども、これでこのままこの銃口に手をつけたままトリガーを引いたらしいんですね。で、こうか、トリガーを引いたりするともちろん弾発射されるという話になりますよね。弾が入ってれば風穴を開けたっていう話を聞いたことがあります。私の周りにはいないですよ。でもそういう話を聞いたことあります。なので絶対にこの銃を使うときは、チャンバーチェックっていうのは当たり前、セーフティーチェックも確実にやらなくちゃならないと。この23銃、これはもう全ての銃に関してそうです。グロックにハンマーがありません。ハンマーっていうのは例えばですけど、このパイソンですね。セミオートでもあるんですけど、この部分撃鉄、スライドを引いた時に撃鉄がこういう引かれる仕組みになります。しかしこちらのグロックハンマーがないんです。なのでスライド引いた時に実際ハンマー倒れてるのか否か、これはもう中でしか確認できないんです。なのでパッと見た目スライド引かれてるかどうかは分かんない状態です。なので必ずチェンバーチェックをやる必要性がある。何度も確認する必要性がグロックにあります。これがちょっとクロート向けといったらクロート向けかもしれないです。グロックの特徴、空打ちをするときグロックは一回一回スライドを引いて空打ちをします。はい、これが面倒という人もいます。で、ハンマーがないということはですね、デコッキングができないということなんです。デコッキングとはどういったことか。例えばハンマーを起こした状態です。で、やっぱ打つのやめようって言った時に指をハンマーに添えてそれを引きます。そしてゆっくりハンマーを下ろすことでコッキングされてない状態になります。ところがですね、このグロックハンマーがないのでデコッキングができません。それがグロックの何ですかね、いいんだと、これでこれは新しい銃なんだという姿勢が見えますよね。ハンマーがない、セーフティー、マニュアルセーフティーというのもない、この2つが大きなところです。なので非常に軽い銃です。なので撃った時に反動は結構強いです。このグロックを撃つ際はですね、結構きっちりグリップする必要性があります。このグロック19というのはですね、携帯性を基本的に重視した銃になりますので、いわゆるコンパクトガンになります。コンパクトでなおかつ反動が結構強いです。見た目は可愛いんですがめちゃくちゃジャージャーマです。このグロックが、警察関係に人気があるこの理由はですね、どんな状況でも撃てるというところなんです。例えば水の中にポチャンしても、砂漠の中で砂に巻き込む砂とかそういったところに
チを突っ込んで泥の中に落としても沼に落としてもどんな状況でも打てる。これがグロックの一番すごいところなんですよね。雑に扱ってもどんな状況も打てる。これが一番のグロックの魅力なのかなと思います。この動画を最後まで見ていただきましてありがとうございます。この動画を楽しんでいただきましたら高評価、チャンネル登録お願いいたします。コメントしていただけると嬉しいです。それではステイチューン。じゃあね。